はい、大下の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2023年の後半を引っ張っていく力、下半期のテーマについて星とタロットで見ていきたいと思います。よろしくお願いします。まずちょっと星の話なんですが、この2023年の中で大事な時っていうのは、私3月と5月と7月っていうふうに言っていたんですけれども、7月っていうのは何か状況が変わるというよりは、私たちの意識の中で精神的な気づきが起こりやすい、非常に魂の成長をするというかですね、何か忘れていたことをコンコンとノックされて、はっと気がついて本当の自分に戻っていく、目覚めていくみたいな流れが起きやすいタイミングなので、どのような流れ、どのような気づきを経てこの後半を過ごしていくかっていうのを見ていきます。で、特に大志田の皆さんはその気づきっていうのがあまりにもちょっと現実が忙しすぎて、そこに目を向ける余裕がないかもしれませんね。毎日がすごく劇的に変わっていく発展運の中にいるので、ただただただその中でわーって過ごしてるかもしれないんですけど、実は私たちの成長でいうと、自分が提供しているもの、誰かに対しての奉仕と、そして誰かに対してやってあげてることが実は全部自分のためだったとか、自分がやりたくてやっていたことが結局誰かのためになっていたみたいなことを、気づきそうな流れだなと思ったんです。ですから、もしかしたらこれまで誰かのためにと思ってやってあげてた行動、これは仕事でも何でもお世話でもやってたことが、実はその意識が少し違う段階にステップアップするというか進化して、本当の意味での貢献っていうのはこういうことなんだっていうふうに気づいたりとか、今まで自分をそうやって認めることができなかったけど認めることができるようになったりする流れがあると思います。これは7月だけじゃなくて、実は2025年の1月まで約1年半もかけて携わりながら魂を進化させていくっていうことなので、本当に自分はやってる行動って何なんだろうって思っていた方にとっては大きな愛情を感じるというか、大きな恩恵だったり役割だったりとか価値っていうものを感じられるかもしれません。ちょっとそんなことを踏まえてカードで見させていただきます。お願いします。ちょっと星の中でもう一つ注意するとすると、7月23日から9月4日までっていうのは、その愛情とか価値とかお金を司る金星が逆行しますので、少しね、愛情とかお金とか価値、自分の価値に関しても疑いを持ちやすくなったりとか、ちょっとお金を動かすのはちょっと注意の時であります。愛情に関してもその自分が疑いやすくなったりとかすると、急に誤解を生じたりとかするので、それはちょっと注意してくださいね。あともう一つ、10月15日っていうのも日食があるんですけど、この日食の時っていうのも結構ね、ステージが変わったりするので、特にそれが日常生活の自分の役割っていうところに来ますから、同じ仕事をしていたとしても役割が変わる、自分の意識が変わるっていうのが大きくあるんじゃないかと思います。ちょっとそれを踏まえてね、今年後半の見てみますね。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、カップキング、節制逆、フール、ソードのナイト逆ですね。運命の輪の逆、カップナイト、そしてカップ6の逆です。対策がペンタクルス8の逆と鳳凰とオラクル、この下半期のテーマはじゃん、ラバーズです。おめでとうございます。何かすごく本当に大きな気づきがあるようで、一つは新しいことだったりとか、新しい楽しみを見つけるっていう感じがすごくしますね。このラバーズっていうのは、恋人たちっていうタイトルがついているように、本当に現実に恋人ができるとか、恋人ができるように楽しくなるとか、ウキウキするとか、出会いがあるとか、初めてのことに心が躍るみたいなことなので、何かこの下半期
心が躍るような嬉しいことがあるんだろうなとは思うんですが、それって単になんか自分が何かをもらって嬉しいっていうだけではなくて、自分が誰かに何かをしてあげることが嬉しいって感じがしたんですよね、これを見た時に。うん。もともと備わっているその誰かへの奉仕意識っていうか、それがすごく受け取ってもらえて嬉しいとか、なんか今まではやらされてるって感じだったのが、実はこれ自分の喜びだったんだって気づいたりとか、何かとにかく新しい発見があり、その発見っていうのはすごく心が躍るようなものっていう感じがしますね。うん、初めてのことです。そしてやはり今すごく最初に言った発展の中にいるって言ったんですけども、何にも変わってないですっていう方はですね、現実が変わってなくても、ご自身の意識がいろんなものを吸収できる自分に成長していってる、感覚がどんどんとにかく広がっているっていう時なので、ぜひそれを止めないでほしいんですね。今カードで見ても、もうインスピレーションとかクリエイティビティとか、もうすごく自分の中から湧いてきている、いろんな感覚、今まで感じられなかったことが感じられる、わかる、さらに想像力が湧いてくるみたいな、ものすごいなんかこう泉のようにこう湧き上がる感じがするんです。喜びもそうだし、楽しみもそうだし、創造性っていうものがね、それがまさにこのラバーズで総まとめに現れてるって感じがするんですけれども、なのでそこは本当に止めないでください。すごく敏感になってます。で、その感覚を使えば、現実何も変わってないと思ったとしても、ものすごく豊かな毎日に思えてくる、そう感じられる自分になっていくっていうことだと思うんですね。ですので、ちょっと注意していただきたいのは、頭で計算してこれだけやったからこれだけ入るっていうようなそういう単純なね、行動でもし現実を見ていると入ってきているように感じないかもしれませんよっていうふうに言われています。でそれはどの単位でね言うかじゃないですか。今月こんだけやったからこんだけくださいっていう、例えばアルバイトであればこれだけ働いたからこれだけっていうのははっきりするんですけども、誰かに対しての奉仕ってその人が本当にそれよくやってもらってありがとうって感じるのって2年後かもしれないし半年後かもしれないしわからないので、時間にまず時間でそれを区切って判断しないでくださいっていうことと、あと相手が気づかないからってご利用しないでくださいねっていう感じで言われてます。で、今なぜそうご利用ししたくなるかっていうと、やっぱりそれだけ自分の中に溢れてくる感覚があり、この感覚分かってほしいとか誰かにも伝えてあげたいみたいな形だと思うんですけれど、それは後々ちゃんと受け取ってもらえるっていう感じがあります。で、それは自分が思ってる人に受け取ってもらえなくても、違う形で違う風に消化される、また違う人が受け取ってくれてすごくありがたくなるっていう感じがあるので、まああのそこは心配しないでくださいね。そして、スキルを磨きましょうというか、毎日コツコツと忍耐強くやるべきことはやりましょうっていうふうに言われていて、それが自分を守る道にもなるし、すごく自分を落ち着かせる道にもなるので、これもね、その8月がどうとか9月がどうとかではないんですけれど、コツコツと今年の後半も自分のために努力していってくださいねっていうふうに言われてます。で、特にそのさっき言った10月の日食っていうのがすごくその働き方だったりとか、こう自分がやってた役割っていうものがちょっと変わり始めるきっかけかもしれませんね、10月ぐらいっていうのが。で、それまではなんとなくこうちょっと目詰まりしてるのかなって感じがあるかもしれませんが、必ずその後スッと流れていく、やっとなんか報われるというか、受け取ってもらえたとか通じたとか、すごく喜びが本当に溢れて流れていってる、そして受け取ってもらえてる、そして満足みたいな感じが出てるんですね。でこれもこれサティスファクションというカードですけれども、自分が満足するっていうのもありますが、受け取ってもらって一つ完成して次に行くんだっていう感じがすごくあるので、現実的に何がどうっていうわけじゃないんですけど、なんかね、自分の中から湧いてくるその思いが受け取ってもらえたとかで、それが湧いてくること自体がまず嬉しい、楽しいし嬉しいし、それをなんか流せたとか出せたとか受け取ってもらえたっていうところで、すごくいいんだなって感じがします。でそれをこう感覚だけに任せて、今日は湧いてきてるけど明日は湧いてこないとかっていうのではなく、コツコツと毎日の現実を過ごしていくことが自分を守ることにもなり、自分のバランスを保つことにもなるよっていうふうに言われているので、その意識でいてください。はい、そんな感じかな。ちょっとこのラバーズ見てみましょうか。もう
テーマをね。でも下半期のテーマって言われてね、喜びとかもうウキウキとか何か与えられるみたいなの出てきたら、なんだろうってすごい思っちゃいますよね。ここではですね、ソードの8ということで、なるほど。ちょっともうちょっと見てみましょう。なるほど。溢れ出る思いがあるんですよね。すごく溢れ出る思いがある分、それを一生懸命留めておこうという、なんか縛る気持ちみたいな、束縛する気持ちみたいなのも出てくるみたいですね。そしてワンド6と節制です。なるほど。ちょっともう一枚見ようかな。はい、ワンド6と節制とワンド9との逆が出ているので、やはり今最初に見た時っていうのは、この半年間でどのような気づきがあるか、どのような精神的成長があるかって言われたら、もうとにかく嬉しいみたいな、何か湧いてきてる、その感覚もっともっと使ってねみたいな感じだったんですけど、現実的な世界から、もしくは、古い自分の感覚でその自分を見ると、そんな浮かれてちゃダメだとか、もっとしっかりしなくちゃダメだみたいに、何かこんなに溢れて全てを出してしまったらなんか良くないみたいなね、なんかそういう自分を止めようとする力もすごく働いてるんだなっていう感じです。でもここで節制が2枚出てきて、片方は逆位置だったんです、私から見て。でももう片方は正位置ということで、これはどっちにもなり得ます。自分の中でバランスを保ってきちんと調整していくこともできれば、自分で自分を陥れる、もしくは投げやりになったりとかしてネガティブな方に行くっていうことも可能なので、そこはですね、どのような力が働いているかっていうのを自分で客観的に見るようにしてください。せっかく溢れてる、今すごいお家の皆さんはね、溢れてくる時なので、どんな感覚が溢れてるかをご自身でキャッチしてくださいね。でそしてそれを止めずに表に出す、誰かのために何かをしてあげる、喜びを表現する、愛情を告白する、そんなのでもいいですし、そういうふうにするとものすごくいい満足につながるっていう感じがしました。はい、ということで今回ここまでにしておきます。またですね、7月だけのタロットリーディングをさせていただきますので、楽しみにしててください。ぜひいい半年をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。